数日後、ディレクターのもとにスタッフからフルイドの転落事故に関して気づいたことがあるという報告が入った。で記事も見た上で、転落事故で亡くなったその子供が当時在籍していた小学校がこの小学校なんですよ。ここのところにその浜野さんの旦那さんのご実家があるんですよ。実家。はい。なのでおそらく当時投稿者の旦那さんもこの小学校に、通っていたんじゃないかなと思うんですよ。年齢的にもその転落事故で亡くなった子供がそのまま成人して年齢を重ねていったら30歳ぐらいなんですよ。投稿者の旦那さんも年齢的に言うと、僕もちょっと映像でしかまだ見てないんですけど、おそらく30歳ぐらいかなと思うんで、もしかしたらその小学校の時に同じ時期に在籍していた可能性もあるんじゃないかなと思うんですよ。本人に一回聞いてみようか。はい、ちょっとご主人にお話聞けるか浜野さんに連絡してみます。そうだな。それ次第だね、まずは。その後我々は投稿者の浜野さんに電話をかけて、フルイドの転落事故のことを夫の正一さんに取材したい旨を伝えることにした。ちょっと今日程は相談中なんですけど、ちょっとお話聞けるかどうか浜野さんからご主人に話してみてくださるって。なんかどうも最近ご主人がちょっと怒りっぽいというかヒステリーっぽいみたいな感じがあるらしいんですよ。浜野さんとしてはそのご主人の最近の異変っていうのがこの投稿してくださった映像と関係してるんじゃないかっていうのが気になってるみたいで、何か分かるのであればちょっと一回様子を見に来てほしいみたいなことはおっしゃってたので、またご都合分かったら連絡くださるってことだったので、ちょっと連絡待ちです。その後も我々は問題のフルイドの転落事故について調査を進めていた。その結果、浜野正一さんと小学校の同級生であるという男性に事故当日のことを教えていただくことができた。水浦さんによると、20年近く前の事故当日、自分と弟と同じ同級生である投稿者の夫正一さん、神保さん、そして瀬崎健君と計5人でフルイドのある山林で遊んでいたという。そのフルイドのある森は結構地元で結構有名で、仲間内で結構遊ぶ時に使っていて、ちょっと僕と弟の方が途中で帰ることになったんですけど、翌日ですね、学校で先生が君が亡くなったという話をしまして、その日何があったのかっていう感じで尋ねたら、隠れようとしたのか古い井戸の穴に落ちちゃったみたいで、2人で必死にロープなんかを探したみたいで助けようとしたみたいなんですけど、その後に君の母親の方に伝えに行ったっていう形では話を聞きましたね。その亡くなったなんですけど、昔から右手の親指がなくて。親指がない？はい。なんか生まれつきっていう感じで友達がから聞いたって言っていました。結構病弱だった部分もあったんですよ。なんで周りから結構いじられキャラというか、浜野も結構命令したりしていまして。そういう関係性だったんだね。はい、そうです。小学校の同窓会が先月ぐらいにあったって聞いたんですけど、もう行ったんですか？僕も参加の方しました。多分3人で一緒に会うのは多分成人式以来ぐらいで久々に会ったんですけど、二次会の方も2人で行ったみたいで、なんか2人で結構親密な話をしていたというか、僕はちょっと別な友達なんかにも声かけてもらっていたので、そちらの方に参加したんですけど。果たして投稿者の夫正一さんが瀬崎健君の転落事故の時に一緒にいたことは偶然なのだろうか。水浦さんへの取材から数日が経過した頃、取材班のもとに投稿者の浜野さんから依頼していた夫正一さんへの取材ができそうだとの連絡が入った。
そして数日後、我々は早速正一さんに話を聞くため浜野さんの住むマンションに向かった。失礼します。これ荷物って置かせていただいても大丈夫ですか？大丈夫です。旦那さんって何時頃に帰られるんですかね。あと2時間ぐらいで戻ってくると思います。ちょっと取材どうですか？大丈夫そうですか？いや、実はその取材のことを昨日話したら口論になって、いいですか、見てもらって。はい。はい。ちょっと口論になった時に誤って落としちゃったんですよね。大丈夫ですかね？いや、ちょっと一応お待ちいただいていいですか？はい。はい。お茶入れます。ありがとうございます。じゃあ座ってはい渡してもらおうか。はい。カメラ壊れてる。そうですね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。この間お電話でもお話ししたんですけど、ご主人の過去にあった事故の時に一緒に遊んでたっていう件ですね。さんっていう方がその時一緒に遊んでたっていうお話私たち聞いてるんですけど、なんか同窓会の時にそのご主人とお会いになってらっしゃるっていうお話だったんですよ。なんかそのお話って聞かれてたりとかしないですか？いえ、全然聞いてないです。眠れてないというか、娘ですね。ただいま。帰り。こんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃあピースしてていいや。習い事とか。そうです。ピアノを今日は行ってきました。ちゃんさ、花火してた時周りでなんか誰かいたとか見かけたりしなかった？しなかっなんか音とか声が聞こえたりとかは？た。しなかっ全く気づかない。そっか。帰ってきたみたいなんで。おかえり。ちょっとなんか言ってない？そうですね。揉めてる？失礼します。失礼します。コピーライトファクトリーの河合と申します。ありがとうございます。口です。すみません、お留守の間に。先日奥様から先月あたりにご家族で花火に行った時に撮られたビデオをちょっとこちらに送っていただいてまして、ちょっとそちらにその時には聞こえてない声が入ってたり、ちょっと顔みたいなものが映ってたりっていうことで今調査をさせていただいてるんですけど、ご主人の何か少し大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。いや、ちょっとだけで大丈夫。大丈夫です。難しいです。いや、でも大丈夫。いやいや、聞いてって聞くだけ。それに関してちょっと我々でも今少しずつ調べを進めてるんですけど、地域で公園とかそこの地区のことを調べてて、でちょっと変な雨の日になると子供を探してる女が出没するみたいなお話があったので、ちょっとそれを調べてたんですね。でどうもその話の元じゃないかなっていうので、17、8年前なんですけどっていう方が井戸に落ちて亡くなったっていう事故があったの覚えてらっしゃいます？いやいや、事故でしょ。はい、なんか事故なんですよ。その日になんか一緒に遊んでらっしゃったっていうのをお聞きしたので、ちょっとそれもお話聞ければなと思いまして。いや、それは別に遊んでない、別に関係ないでしょ、それ。いや、ちょっと関係それどっかわかんない。それか関係あるかわかんないんですけど、ちょっとそれがどうかっていうので、はい、聞きたい。
覚えてることでいいか覚えてねら。いや何でもいいから。じゃあすいません、ちょっと質問変えたいんですけども、その子供の時になんかご友人の親とかが撮ったっていうビデオになんか幽霊が映ってたみたいな、そういう話ちょっとこの間奥さんに聞いたんですけども、その話聞いてもいいですかね。いや覚えてないです。覚えてない。覚えてない。あ、全然そのどこ行ったとか、その誰と行ったぐらいの話で全然いいんですけど、難しいですか？いや覚えてないじゃん。いやなんか分かることでいいじゃん。ね何分かることって。その昔に撮ったっていうなんか幽霊みたいのが映ったっていうビデオのこととか、あとが亡くなった事故のこととか、もしかしてそれが今回のビデオに声が入ったり顔が映り込んだりみたいなことに関わってるのかなっていうのをちょっとすいません。難しいですかね今日。ちょっとだけもう一回聞いてください。なんで？これは難しいんじゃねえか。そうですね。ちょっとねえどれほらこれこれ何ですかこれだってこれってお面いや俺がいたずらで置いたんだってあそこに映ってたやつでしょ。いや俺が置いたんだってだから投稿映像のその顔みたいなやつのことですか？いや俺が置いたんだってだからなかったじゃん。あったんですよ。だから持ってったんだってえ？いや持ってってないでしょ。なかったよね。なかったなかったっけ。やめてよ。なんでそんな嘘つくのってねえ。なんでって。なんで嘘つくのって。嘘ついていいしです消えた俺さ置いてたっつってんねん。俺が置いたんだ。なかったよ。あったっつって。いやあったら気づくわ。あったってバカが奥さんもちょっとご心配されてちょっと幽霊とかいねえってよ。ごめんなさい。ちょっと落ち着いて。これしろマジで。はいかなんかお前らちょっとじゃあはい帰ります。はいはい。すいません。あれ帰れ。はい。帰れ。すみませんすみません。はいちょっと大丈夫です。はいごめんなさい。じゃあ戻ろう。結構こういうことってないです。結構かなりギターしてました。あれだよ突っ込んだらはいわかりました。はい後でね、奥さんに連絡します。わかりました。後日浜野さんに聞いたところによると、この鬼の面は去年節分用にインターネットで購入したものであるという。果たしてこの映像に映っている人間の顔とおぼしきものは本当に正一さんが置いたという鬼の面なのだろうか。
浜野さんのマンションを訪れてから1週間ほど経った頃、別件を取材中の我々のもとにショッキングな情報が舞い込んできた。はい、それって大丈夫なんですか？はい。浜野さんからだったんですけど、なんかご主人がお嬢さんを殴って入院したって。なんで？いやちょっとわからないです。今まだ病院にいらしてお嬢さん入院してるらしいんですよ。大丈夫なの？いやなんか頭を打ってて、ちょっとなんか少し落ち着いたんだけどまた連絡しますって言って今切られちゃったんですけど。後日浜野さんに聞いたところによると、休日娘の小春ちゃんが長時間携帯型ゲームを続けていたことを正一さんが注意したが無視されたため手を挙げたという。さらにその後小春ちゃんを脱衣所に閉じ込めて放置したため処置が遅れて重傷であるという。一体彼の身に何が起きているというのだろうか。